はい、皆さんこんにちは。ナノチャンネルです。今日のジャンク品がですね、こちら。最高機のコードレスブロワー RB18DC です。ジャンクの内容は動かないってことで購入しました。こちらがですね、2021年の8月に発売したモデルで、まだ現行機種ですね。でね、早速症状見ていきましょう。でね、早速電子させていきます。動きませんね。ちゃんとジャンク品でしたね。ということで、早速ね、分解していきましょう。まず、このネジがありませんね。分解されてるのかもしれないですね。これ4本ね、ネジ抜いていきます。はい、取れました。で、外していきます。綺麗。モーターのロックはしてないと。しかもかなりスムーズに回ります。まあちょっとこれ抜いていきましょうかね。はい、これ取れました。あ、これも簡単に外れますね。次は、ここにある3本を抜いていきたいと思います。なんかブロワーってよくモーターが悪くなるイメージがあるんで、多分、モーターなんじゃないかなと思ってるんですけど、こすったような跡がありますね。大きなゴミが入ったのかもしれないですね。これこのまま抜いちゃってもいいのかな。いけました。ハンドを持ってから取る。熱っ。はい、取れました。はい、いきます。すげえ勢いで回ります。18V でね、3A 出てました。モーターはね、異常なしってことで、こっちですね。こっちの問題だと思います。じゃあ、ネジ多いな。次こっちのね、ネジ9本外していきます。ネジ9本外しました。こっちから外れるみたいなんで、あ、よし。はい。綺麗ですね。結構大きい基板がね、ここに入ってますね。こいつかな？ちょっとね、これね、3段階調整のスイッチを外します。ちょっと。こんなんついてました。ゲームボーイの電源スイッチみたいな。結構、チャチ。まあ、ちょっと全部外します。はい、じゃあ見ていきますか。とりあえずスイッチが悪くないかね、ちょっと診断していこうと思います。スイッチは反応してますね。とりあえずオンオフだけは OK か。ショートがないかね、確認していきたいと思います。こちら側ね、ショートありませんでしたね。これはね、多分ね、TVS って書いてあるんで、なんか TVS ダイオードってやつがなんかあった気がする。なので多分ダイオード。このマークを見る限りは。これちょっとわからないっすね。次、裏面。で、次はこっちですね。こっちは KS9203CAT っていうね、N チャンネルパワーモス FET でしたね。この2つですね。これ外してみないとわからないんで。まあもう、この際、もう全部外して診断してみます。はい、取れました。次はね、ハンダを持っていきます。ハンダ吸い取り線で全部吸い取ります。やり方を変えるか。下手すぎる、いくらなんでも。むずい。
これはもう下手くそ言われてもしゃあない。悪くなマジか。めっちゃ苦労したのに。はい、皆様。原因がね、わかりました。早速ね、説明していきます。前回はね、この3つ。これが絶対怪しいと思って測定したんですけど、全然良かったということでね。次に怪しんだのは、これですね。この IC。この IC ですね、型番が消えてて全然わからなかったんですけど、おそらくこういろいろ探してみた結果、これがね、この IC をオンにするピンですね。この一番左上の、これ。で、ここに電圧来てるのかなと思って調べたら、0V ですね。で、これ追っていくとですね、ここに繋がってます。このスルーホールですね。で、この裏面辿っていくと、ここに繋がってます。で、これは、ここのコンデンサー抵抗を通って、こう繋がってるわけなんですけど、ここで何が行われてるかっていうと、抵抗分圧回路ですね。ここから来た電圧が抵抗2つ、これによって分圧されて、おそらく 5V とか 3V とかになるわけですね。で、ここの電圧来てるのかと思って調べたら、はい、全く来てませんね。0V です。なので、ここよりね、前で故障してると。で、これ追っていくと、こう来て、こう来て、ここに繋がってます。で、この穴の裏は、ここに繋がってますね。で、ここにはですね、このダイオードと抵抗と、これはね、電圧レギュレーターでした。ここにね、電圧が入力されると、このピンに何ボルトか出力されるっていうやつですね。こっちはね、グラウンドに繋がってます。今はね、入力電圧 0V なんで関係ないですね。で、次に繋がってるとこっつったら、ここのスルーホールです。で、これはどこに来てるのかというと、ここに繋がってます。で、これはですね、この MOSFET のここに繋がってました。で、これは何かというと、これは BSS84 っていう P チャンネル MOSFET ですね。これが悪いんだと思ってすぐ外して測定しちゃったんですけど、これ悪くありませんでした。で、これ追ってみると、この MOSFET、ここにはですね、この電源からすぐ入ってきてるので、ここにはね、20V 来てますね。で、これ 0V ってことは、この MOSFET 機能してないんですよね。このゲートはどうなってるんだって言ったら、この電源からまたこう入ってきて、ここでまたね、抵抗分圧が行われて、ここに入ってきてると。で、ここ何ボルトかというと、20V。この抵抗分圧回路がね、機能してないんですよね。105っていう抵抗は、これ1メガオームですね。抵抗分圧回路では、同じものが2個ということは、半分の電圧 10V がね、ここに入るはずなんですけど、この抵抗はですね、測定してみると、1メガオームですね。で、こっちはですね、なんと66オームですね。これね、計算すると、まんまね、20.50V、ここに来ることになります。で、この BSS84 っていうね、P チャンネル MOSFET は、ゲートとソース間電圧がマイナス 10V の時に低抵抗でオンになる MOSFET なんですよ。つまりゲートがね、ソースより電圧が低いとオンするやつですね。定格電圧があるので、ね、それを超えると壊れるんですけど、今回はね、ゲートとソースが同電位なので FET は生きてるってことですね。ちょっと1メガオームのね、抵抗を持ってなかったんで、注文します。はい、部品がね、届きましたんで、早速ね、交換していきたいと思います。これですね。ジャンカーならね、見たことあるかもしれないですけど、もう抵抗がいっぱい入ってるやつですね。一応ね、この BSS84。
これもね、購入しました。100個入りです。録画ミスでちょっとこれ外すところは取れてなかったんですけど、新品のね、この310ってやつに交換したいと思います。はい、交換できました。あそこに何ボルト出てたかもね、気になるんで、ちょっと一応測定しますか。では、抵抗値測っていきます。ここは、あんだけ説明したのに違う。でも完全に治ると思ったんやけど。動画がもう7割ぐらい作ったのに。お前も60、待て、お前、怪しいな、お前。でもこれ繋がってんのかな。いや、そういうことか。はい、こちら。これがさっき入れ替えた抵抗ですね。全く悪くなかったやつですね。でこれは WJ っていう ZD5。セナーダイオードですね。これはさっき一生懸命ダイオードとか測ったんですけど、普通に見落としていたやつですね。あららら。あらららということでね。見た目は全然悪くないし、もうどっちについとったか忘れた今。ここの抵抗値はお前やんけ。72もの字っておかしいやろ、こいつ。ちょっと探して注文します。はい、じゃあ部品がね、届いたんで交換していきます。100個入りしか売ってませんでした。で、早速つけていきましょう。カソードがこっちですね。はい。じゃあこっちもつけていきます。はい。ここが1メガオームやったら OK ですね。よし。やっとか。1メガオームですね。OK。ダイオード不良でしたね。さっき解説した通りになってるか。ちょっと見てみるか。はい、9.7V ですね。約 10V 来てますね。で、ここは何ボルト来るかっていうと、4V か。でもこの IC はおそらく 4V ぐらいで動作する IC っぽいですね。じゃあ早速ね、モーターつないで全部組み立てていきましょうか。OK。で、ネジね、いっぱい締めていきます。締め終わりましたね。はい、じゃあ3本締めます。いいですね。結構後になってますね。ここにも跡がありますね。おそらく、なんかこっから入っちゃって、この中で暴れて、この隙間に入っちゃって、モーターがロックして、過電流が流れて壊れちゃった感じですかね。まあネジ1本ぐらいなくても大丈夫でしょう。一応ネジね、ありはするんですけど、こんなんしかないな。OK。はい、組み立て終わりましたんでね、動作確認していこうと思います。はい、電池。頼む、マジでお願い。スイッチオン。よし。すごい。
動きました。多分音入ってないな。なんかわかるもんないかな。プロペラ。風速計とかがね、なかったんでね。ノズルもね、なかったんで、こちら。こちらね、風受けると歩くんで、これが歩いたら、動画確認終了ということでね、こうやっていきたいと思います。